今回は焼き柿と焼き柿プリンの作り方をご紹介します。昔から柿が赤くなると医者が青くなると言われるほど、柿は健康に良い果物として知られています。生のままでも栄養豊富な柿ですが、実は加熱することでその力をさらに引き出すことができます。今日はそんな柿の魅力を存分に味わえる驚きの食べ方をご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずは焼き柿の作り方をご紹介します。皮ごと使うのでよく洗いましょう。ヘタの部分を少し切り落とします。硬いヘタの部分が残っていたら取り除いてください。皮まで切らないようにしながら柿の表面に切り込みを入れます。今回はグリルを使い丸ごと焼くのでこの切り方で切っていますが、くし形切りにしてフライパンで焼くこともできます。切り分けてから焼く場合はあらかじめ皮を剥いておいてください。焼くと柿から水分が出るため、耐熱容器に入れて焼くと後片付けが楽になります。容器がなければアルミホイルで代用してください。ヘタの部分も実が残っているので一緒に焼きます。魚焼きグリルやトースターで10分から15分焼きます。柔らかい柿は火の通りが早くとろけやすいので10分も焼かずに仕上がることがあります。逆に硬い柿は中火くらいで15分じっくり焼くと中まで柔らかくなりやすいです。トースターで焼くときは温度調整ができる場合、およそ200度が目安です。ワット数で設定する場合はおよそ800ワットにするとちょうど良いと思います。フライパンで焼くときはお好みでバターなどをひいて焼くだけです。5分から10分くらいを目安にお好みの柔らかさになるまで焼いてください。10分焼きました。こんがり焼けました。柿に含まれるタンニンはポリフェノールの一種で強い抗酸化作用を持ち、アンチエイジングや感染予防、がん予防などにも効果が期待されています。そんな栄養豊富な柿ですが、焼くことでGABAやシトルリンといったアミノ酸が大幅に増えるのです。GABAはストレスを軽減し、血圧を下げ、シトルリンは血流を改善する成分として注目されているそうです。トースターで焼いた方はエキスがあふれてトロトロに。焼きすぎて柔らかくなってしまっても失敗ではありません。成功も失敗もないところがこのレシピの良いところです。長めに焼くととろけるように滑らかで濃厚な甘さに。短めに焼けば程よい歯ごたえを残しつつ、焼くことで引き出された自然な甘みを楽しめます。柔らかく焼いた柿でもう一つスイーツを作ります。柿には果肉と皮の間にペクチンという水溶性食物繊維が豊富に含まれています。焼くことでこのペクチンがより活性化し、腸内の善玉菌を増やしたり、腸内環境を整える働きが強くなるんです。今回はブレンダーを使いますが、ボウルとホイッパーで柿を潰しながら混ぜても同じように作れます。今日は皮ごと使います。手動で作る場合やより滑らかな仕上がりにしたいときは皮を取り除くのがおすすめです。柿が 127g なのでその半分の 63ml の牛乳を入れます。柿に含まれるペクチンは牛乳に含まれるカルシウムと反応して自然に固まる性質があります。この性質を利用すると
焼き牡蠣と牛乳の2つだけでプリンが作れるんです。豆乳で代用する場合は調整豆乳を使用してください。無調整豆乳はカルシウム含有量が少ないので、あまり固まらず緩い仕上がりになります。調整豆乳はカルシウムがしっかり含まれていることが多いので、問題なく代用できます。あとはお好みの容器に移して冷蔵庫で冷やすだけです。すでに固まってきている感じがします。トントンして表面を平らにしました。ラップをしてから冷蔵庫で 2,3 時間冷やします。冷やしている間に焼き牡蠣の蓋でプリンのトッピングを作ります。トッピングといっても小さく切ってのせるだけです。内側には果肉がついているので、皮の食感が苦手な方は果肉をスプーンでこそぎ取ってのせるだけでも良いと思います。固まったプリンにトッピングしていきます。焼き牡蠣スイーツの完成です。焼き牡蠣からいただきます。個人的には少し固めの焼き上がりが好きなので、ナイフとフォークでいただいていますが、じっくり焼くととても柔らかくなり、お箸でもスッと切れるほどになります。焼き牡蠣はしっとりジューシーで、まるで焼きりんごのような食感です。焼いたことで甘みが増して、生で食べる牡蠣とはまた違った良さがあります。たくさん柿をいただいた時や、買った柿が思ったほど甘くなかった時は、焼き牡蠣にすると甘みがぐんと増し、そのままでも美味しく、他のスイーツにもアレンジできてとても重宝します。砂糖も卵も使わず、柿と牛乳だけのプリンは柿の旨味が詰まっていて濃厚な味わいです。このプリンは熟しすぎた生の柿でも作ることができます。作り方は同じですので、柔らかくなりすぎた柿があるときはぜひ作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。